大学が日本大学の映画学科の撮影コースを専攻して卒業した後割と早くカメラマンになって、主な仕事はドキュメンタリーですね。テレビがほとんどですけど、日本のテレビドキュメンタリーの60年代後半から70年代っていうのはもうまさにテレビの黄金時代でした。彼がテレビマンユニオンにいました。で僕もテレビマンユニオンの仕事はしてたので、一緒に仕事したのは「縛れる瞳」というドラマをやった時に、是枝さんがサードだったかフォースだったか、演出部の一番下の全くフィクション何も分からない状態の助監督としてそこの班で一緒に仕事をしました。でその後テレビのドキュメンタリーをやり始めましたよね、是枝さんが。そこでよく彼の作品について話をしてて、面白い作品作ってるんでよく意見を言ってたりしてたんですが、まさか「ワンダフルライフ」で撮影をやってくれとは言われるとは思ってなかったんで驚いた経験です。フィクションとしてはテレビの2時間ドラマぐらいは何本かやってますけども、映画は初めてです。で僕は映画少年だったんですけど、映画がめちゃめちゃ好きで、映画少年でそのまま映画の世界映画を目指してたけど、途中でドキュメンタリーが面白いと思ってドキュメンタリーいつか映画をやろうとは思ってましたから、両方とも映画が好きでもドキュメンタリーを中心に仕事をしたっていうことで、なんかそういう点では本当に共通したベースが、年代は違うんですけどあるんですよね。是枝さんは本当に映画青年で、学生時代映画ばっかり見ててっていうか、小津安二郎や成瀬監督とかから放射線とか、そういう監督に憧れてて、映画好きの青年がそのまんまそういう映画を撮ったっていう。ただ是枝さんは自分自身がテレビ出身っていうか、テレビのドキュメンタリーをやりながらディレクターやって、それから映画の世界に入ってきたんで、自分のベースをもう一回しっかり見直したいっていうんで、そのための企画だと、ワンダフルライフは。幻の光がある部分、一部の映画評論家とか映画のあれ知ってる人たちから結構批判されたんですよね。もちろんものすごくファンも作ってテレビで褒める人もたくさんできたんだけど、一方で映画好きの映画青年が映画ごっこしてるみたいだみたいな。多分是枝さんがその後放射線と誰だったっけな、エドワード・ヤンだったかな、ドキュメンタリー作ってるんですよね。インタビューしに行ってですよ、幻の光の後に。その時に放射線にあなたは絵コンテ描いて絵コンテ通りの絵を撮ったでしょって言われたんですけど、そんなことやってて面白いって言われたんですよね。でやっぱり映画っていうのはその現場、いくら脚本があろうがなかろうが、その現場で起こってくること、光も違うし役者がどう動くかとか、その現場で起こってくることにより敏感に反応して見つけて、面白いものを見つけて撮っていくのが映画の面白さでしょ。放射線に言われたことっていうのがものすごく突き刺さったんだと思う。でそこで自分の出発点であるテレビドキュメンタリーが自分のベースにあったっていうのと、そういうことをやっぱり思い出したのか、そこから出発しようと思ったんじゃないですか。だからやっぱりいかに現場で何かを見つけるかっていうことを、現場のプロセスを楽しむとか、現場で何かを発見するっていうことに、フィクションだとしても役者であろうが素人であろうがちゃんと興味を向けたんだと思います。そういう意味でだから僕なんかが呼ばれたりしたんだと思うし。おはようございます。コートはそちらにお掛けください。多々良公子さんですね。まず生年月日からお願いします。一般の人たち、素人の方たち、特に老齢の方を
何人か参加してもらうんで、そこのことを大変気遣いしてましたよね。その人たちをうまく撮影させていただくということに。だからそういう意味ではそのドキュメンタリーを分かっているスタッフ作りをやっぱり大事にしてたんだと思います。とにかく映画の現場っていろんな、こういうものがライトの足とか黒幕とかレフとかいろんなものがこう用意されてますよね。そういう中を演じる人とかが入ってくるんだけど、そういう現場にしたくないっていうことを是枝さんも言ってて、だから本当にテレビのインタビューの現場みたいにもう何にもないって、照明はもう天井にちょこっとつけただけで、あとは自然光だけで撮ろうというようなことを。一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。だからお年のおじいさんやおばあちゃまが部屋入ってきた時に驚かないっていうか、ただ椅子があってそこへ座ってカメラと向き合う、なるべくプレッシャーかけない、そういう現場にしてくれとか、そういう感覚はすごく僕なんかはすぐなぜそうしたいのかっていうのはすぐ分かりましたから。そうですね、やっぱし大震災の時は私9歳でございましたけど、子供心でもそれは忘れられません。脚本のセリフは書いてあるわけじゃないんで、この撮影の仕方、ドキュメンタリーの撮影と全く同じですから、その人の記憶、本当の記憶を探してるわけだよ。ものすごい稲妻のような光を走って、それが目に映ったんです。はっと思った途端にもう電車を通り過ぎていったわけですけれども、今日は新田君がこのおばあちゃんの話を聞くっていうシーン、それがシナリオに構成されてるだけですから、その中身は書いてないわけですよね。それを延々と撮ったやつを短く編集してるだけですから、ドキュメンタリーの編集と一緒です。そこはあの時はもう箱抱えて飛び上がって喜ぶ。やっぱり僕ドキュメンタリーやっててもフィクション撮っててもそんなに抵抗感ないんですよ、違和感ないんですよ、カメラマンとして。やっぱりその現場で今自分のカメラの前で起こっているものをどう捉えていくかっていう。だからそれが役者であろうが素人の人であろうが、どっかのサラリーマンを撮ってようが、サラリーマンを演じてる役者を撮ってようが関係ないんですよね。その映ってるものが自分の撮った画面の中でその人たちを信じられれば、この役者が何考えてこんなことやってんのかなっていう目で見てるんで、それは例えばものすごい SF だろうが何であろうがフィクションとして信じられるか、ドキュメンタリーとして信じられるかっていう、そのことを考えてるだけで、素人の人もカメラがあったら結構演じてますから皆さん。もっと大きいの。もっと大きい。だから役者も演じながらその素を見せてる時もあるし、あんまり関係ないってことは分かりましたけどね。僕自身は自分が何かを撮影する時っていうのはこういうことをね、自分対象との関係性とか距離感とか、そういうドキュメンタリーの上ではそういうこと、あるいは撮影するっていうのはむしろこの感性っていうか五感、もう肉体的な行為と思ってもいるし、でもそれを他の人がどう撮るかっていうのはその人が決めることだから、僕をどう撮ってくれっていうことはないですよね。そうは思わなかったね。やっぱり帰ってくると思って待ってましたから。僕は下町に育ってたんですけども、インタビューのシーンはもう全員同じサイズで、そこでズームしたりアップしたりしないようにしようっていうのを原則にして、赤い靴のおばあちゃんだけ自分たちが絵を描いたりなんかするっていうところは手持ちにして、それはとっさにやるっていう。特にね、本当はフィルムはもともと35ミリで撮りたかったんですよね、監督は。ただしフィルムが異常に回るっていうのは想像できたわけです。でプロデューサーが35だったらもう予算がバジェットオーバーっていう形で勘弁してくれっていうんで、スーパー16でやろうっていうことになったんですね。施設になる建物っていうのは元政府のある研究機関の建物が古いまま残ってるんで、
汚いからちょうどいいねって言うんで美術はそこで使う部屋だけ飾り込んでったりとか。好き。あ、いいですね。で試写室は一括の試写室使ってますけど、それ以外は全部そこで撮影してますね。本来は草とかあるんですよ。実際のあの建物の玄関ですから。それは見せたくないんで大きなビニールでそれを全部隠して真っ白に飛ばしてライトを当てて飛ばして撮るっていうことをやっただけです。でもうフィックス引きだけでいこうね、ポーンとしたああいうまさにウェイステーションの入り口としてこう象徴的にあればいいっていう。だからワンカットしか撮ってないんですよ、長くずっと長く。今割と静かなそんないわゆる映画の大騒ぎするようななんか人がガヤガヤするようなそういう現場ではないですよね。お話を聞くというのが主なシーンですから、怒鳴り声とかそういうものとか照明がわーとかライト落とせとかさこっちだとかってそういう声が飛び交うとかそういうところではないですね。話し合ってここから行きましょうとかここで行こうねっていう話をし、ある時は覗いてもらうしある時は全然覗いてない。手持ちとかああいうとこは一切お任せですよね、僕の。こういうふうにやるよ、カメラはこういう感じで撮るよ。冒頭の足からずっと階段登ってずっと一部屋行くまでワンカットで行こうとかそういうのを打ち合わせしたらあとはもう僕が自分でやるだけですからどっちを撮るかっていうのもその場の判断ですから。だからどっちがどうのだとことではないですよね。監督の言う通り撮っても自由だと思ってるんですよ。自分でそれを納得して撮ってるわけだから別にそんな不自由なことじゃないんですよね。で監督が何も言わなくても多分監督はこういうものが欲しいんだろうなと思って撮ってるから決して僕自身だけの世界じゃないんですよね。ドキュメンタリーやってる時もそうだけど出発点はやっぱり常に共犯関係なんですよ。共犯者でしかないんで是枝さん必ず、今度言うと思うんだけどどうせ山崎絵コンテ書いても見ないからってでも見てますから見てるけど絵コンテは監督の意図を理解する程度にしか見てない。必ずこっちから撮らなきゃいけないとかって思いたくないんでもしかしたら反対でもいいわけでそれを決めていく時のヒントが絵コンテには隠されてる。だから見てはいるんですけどそれにあんまり縛られたくない。その絵通りに撮ろうとは思わないっていうかその絵の精神は理解してるつもりだっていうことを言ってんだけど絶対信用しないです渡してもすぐ捨てちゃうからとか脚本もみんな読まないだろうとか言ってるけどちゃんと見てますって言ってください是枝さんに月田さんっていうのはお名前だけは存じてます。それと写真も知ってます。月田さんのデビッド・ボーイの写真とかとにかく月田さんの作品集っていうのは知ってましたから彼は映画のスチール班とそれから中の撮影班っていう役をやってましたんで思い出のシーンっていうものに関して僕は一切関係ないです。月田さんが全部撮影しててでその撮影する現場をカメラを持って僕がどういう撮影をしているかとか撮りに行っただけです。月田さんが撮るものは月田さんが撮ってる。で僕はその月田さんが撮ってるものの現場をドキュメントしたそういう関係ですからだから特にもそんなに話し合う必要もなかったんですね。お任せで大丈夫です。いわゆるそれぞれがなんていうのかな自分の記憶を再現させる月田さんの撮影のためにいろんなことをやるっていうところは完全にドキュメンタリーの撮影ですから何がどうなるか分かんないんでみんなが勝手に美術部がやっぱりしてるのをそのまま撮ってるだけなんでいわゆるメイキングを今度は僕がメイキングやってるわけで月田さんのカメラのね。で僕はそれがすごく面白かったんですよ。飛行機を持ち込んでやってたりとかみんな美術部がやったり散々やってるから面白いんですよ。みんなが変なことやってるからね映画の。それをみんな苦労してやったり揉めたりしてるんでね
雲が見え方が違うとか、もう一生懸命針金に釣ったりしてるとか、もう適当なこと言ってるのが面白いから、そういうのどんどん回して撮影してたの。そしたらなんかプロデューサーに是枝さんスタジオの外に呼び出されて、とにかくフィルム回りすぎてるのに、なんかいつまで撮らせるんだって言って、それで是枝さんは「いや山崎さん勝手に回してんだよね」っつって僕のせいにしてたらしいんですけど、僕もそんないらないっつってんだけど、山崎さんが面白がって回してるからしょうがないよねみたいなことで僕のせいにされたんですけど、面白がって撮ってたんです。もともとの台本ではその月田さんの撮った絵をみんなで見ようとして被写して入りますね、みんなが。実際に最初の編集ではそれ全部月田さんの撮った絵見せたんですよ。今はないですけど、新君のとこしかないですけど。あのラストシーンのイメージをちょっと意識してらっしゃるんじゃないですかってことを是枝さんには、ああいうふうにはいかないですよと思うってことは僕は意見としては言ってました。赤い靴履いてた女の子、あれよ、こんな感じでもう何人かこう遊んで。思い出っていうのは耳かきをしてるとかセスナに乗ってるとか、それぞれ全く個人のものじゃないですか。だからそのキスのように一般の人に共有した感覚にはならないですよね。それぞれの人の思い出だから。それであれを全部カットしたの。それはだから是枝さんとしては月田さんに撮ってもらったのにそれを外すっていうのはちょっとまずいかなと思った点もあったし、その代わり新田さんと香川さんと内藤さんっていう役者の三角関係の話だけは残した。これはストーリーになってますからね。他の人たちのはそれぞれの思い出っていうんだから、それはもうメイキングでなんとなくみんなの思い出は取れちゃったし、話も取れちゃってるから、それを改めて絵にする必要はないってこと、見せる必要はないってことに是枝さんは気がついたんですね。でそこで編集を変えた。台本上とか最初の編集では全部残ってたんですけどね。あと一つは雪が降ってきたですよ、突然ドーンと。でもう監督ともう大慌てで雪景色を撮ったりして、エリカが雪の中を雪を蹴飛ばしたりしてこう感情を発露するシーンとか、ああいうのは作れたわけだけど、天気っていうのはやっぱり面白いなって。雨とか雪とかね、風とかそういうものがこう映画にこうすごく力を与えてくれるっていう、本当に天からの贈り物だなと思いましたよ。